はい、いらっしゃいませ。実施です。今日はね、うちの家の前の道路は工事中なんですけど、音入りますか？あんまり入らないと思うんですけどね。木造のアパートなんですけど、一応防音仕様ということで、どうでしょう。まあいいや。で、ですね、うちのメインコンテンツという感じにさせていただいておりますクラシギター話題なんですけど、そちらの方で最近貴重なコメントをいただきまして、本当にありがとうございます。心より御礼申し上げます。こんな感じです。楽しく拝見しております。アルベニスのアストゥリアスを弾くにはどちらが良いでしょうか？じゃって書き鳴らす曲が好きなものでよろしくお願いしますね。楽しく拝見しておりますなんて、大量プリントアウトして部屋中に貼り付けてニタニタするぼちちゃんにされそうなんですが、コメントをつけていただいた内容は茶色っぽい杉、シダートップか白っぽい松、スプルーストップかっていうこのね2つの選択のことでした。はっきり言ってね、自分に言わせればですよ、すいません、迷いなんかいけません。迷いなんかありません。はい、杉一択です。他はありえない。冗談じゃない。白いスプルースなんかね、音楽は語り合えないぜってねまあこれはあくまで僕個人の意見でして、世の中はまあそうでないですよねむしろ日本では世界でもそうかな、松有利かもしれない。そこのところをね改めてちょっと見てみようと思いますよ。ついでにアルベニスのアストリアスの戦い方についてもねバトルですからね、少し言わせてもらおうかと思います。では行ってみましょう。まず王道のやつがあるんですよ。これ言わせてください。スペイン音楽のギターで、フラメンコギターですよね。フラメンコといえば有名なやつあるんですよ。クラシギターの人はあんまり気を見ない世界なんですけど、パコ・デ・ルシャがね愛用していたコンデ・エルマノスというねギターが、これは資料ちゃんと見てるのに、色の感じスプルーストップですよ。松のギターですよね。だからね、こうスペイン風のジャ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 ンって書き鳴らすのが松を使ってるんならやっぱ松なんじゃねと考えがちですが、ここにはねやっぱフラメンコギターの事情っていうのがねありますよね。もう見れば一目瞭然なんですけど、表裏板が黄色っぽくてね、これ軽い木なんですよ。カタログ表記だと C プレスって書かれてますね。英語だとサイプレス、日本語だと糸杉ですね。これねよく洋画の墓場のシーンとかでね、こう細い木がポポポって立ってて、枝が横に広がらずにフフって立ってるやつ。あとねこういうひょひょっていう木ってねスペインにあるんですよね皆さんマカロニウエスタンってご存知ですか？ウエスタンって言ったら西部劇、アメリカの西部の砂漠乾燥地帯のガンマンたちの戦いなんだけど、それをイタリアで作った映画がたくさん過去にあったわけですよ。うちの親とか好きで子供の時一緒に見させられてたような荒野の用心棒とかね、夕日のガンマンとかねあるわけで、クリント・イーストウッドが主演したようなやつがございまして、これがマカロニウエスタンっていうのは、マカロニっていうのはねイタリアだから、マカロニだからスパゲッティでもいいんだけど、これはイタリア製のウエスタンエンターテインメントっていう感じに思いがちですが、実はですね制作は確かにイタリアなんだけど、撮影は主にスペインのが多いみたい。スペイン南部のねアンダルシア州タベルナス砂漠、ここにねあるんですよマカロニウエスタンのテーマパークってやつがございましてね、オアシスっていう場所らしいんですけどね、ここでウエスタン映画の体験ができますよっていうね、こういう場所ですよね。これ乾燥したね葉巻加えてね、渋い親父がいてね、大工さんがねあれ作ってるわけですよ、棺桶忙しいな今日もとかつって今日は何人いるんだとかね
あんまり殺しすぎるなよとかって。でそういうね場所でございますよそこでジャジャンってなるのがね、口笛のトゥー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 とかってね、背景の音楽とともにジャジャンとかってなるのがシープレスですね。でそうね、今アメリカのショップで見るとメディトレニアンシープレス、地中海のシープレスってなってましたね。地中海の美女って感じで、こんな木だからね、フラメンコは余韻とかじゃなくて軽くサクサクってなるボディで、だからそういうボディだからこそちょっとね、むしろ松ヤニっぽい粘りのあるスプルースをトップに使うといいバランスってわけですよね。サクッてなる感じと、なんかスペイン風ジョジョ演歌メロディーみたいなのが情に訴えるところとのこの両立でございますよ。でもねクラシックギターちょっとね、またそれは話が違うわけですよクラシックギター普通ね、裏板横板重くて硬い木を使いますよね。ローズウッドが一般的ですけど、ローズウッドってご存知ですかね。マメ科の木らしいんですよ。でマメ科の木って言うとこうグニグニグって言って粘りっぽくてあんまり成長しなくて大きくなるのはすごく貴重でね、なんか上質なローズウッドはもう水に入れるとね、ドボンって沈んじゃう、全然浮かないやつだから、こういう重くて硬い木でしっかりボディを押さえて、でね、ローズウッドのボディの音ってすごいギターらしいですよね。適度に重い音が温かく響いて、高音はこう鳴りにある程度しなやかに出して、でこう低音と高音のバランスがすごくローズウッドはいいですね。ローズウッドもピンキリと言うけど、ローズウッド自体はそういう性質持ってるから、安いローズウッドでもね、ギターらしい音結構出ますよね。ドンシャリっていうのかな、上と高音がしっかりしてるの。さすがローズウッド。他にもね、いろいろあるですよ。メープルとかココボロ、GT コテ、ウォールナット、サペリー、あと最近だとパフェローなんかもねありますけどね。バック材に関してね、結構興味あって調べたことあるんで、まだそのうち改めて動画を作るとして、とにかくですね、クラシックギターっていうのはしっかりしたボディで説得力のある腰の座った音色をまず出すんですよ。これね、こういうんじゃないとね、バッハとか似合わないもんね。フラメンコでね、バッハやってもね、なんか陽キャの人が陰気なことやっても似合わない的な雰囲気がございますな。だからもう完全にわしはフラメンコで生きるのじゃというね、そういう方は軽いボディにスプルストップっていう、あえてフラメンコ的選択は大いにありだと思うんですけど、それは全然いいんですよ。いいんですけどただしこれにはね、ちょっと日本的なね、条件が考慮しなきゃいけないところがありましてね。温度湿度ってわけじゃないですよ住宅事情ってやつなんですよね。だってさ、あれよラスゲーアートでジャリシャリってするでね、あれ音でかいんですよ。いや、もう分かったからそんなに出さなくていいからって言いたいぐらい音がでかいんです。だからそれでも文句が来ない住宅環境をお持ちならね、もちろんそれを楽しむっていうのは素晴らしいことなんですけど、なかなか難しいですよね。で苦情を恐れてね、小さな音で、ね、フラメンコ練習してっていうのもなんか変な話でね。だから普段はしっとりめにバッハやタレガを弾くです。深く甘い音色も欲しいっす。でも軽くサクッと響かせるのも欲しいとなればね、クラシックだとシダートップがいいかなってなると思いますよ、私は。はいすいません。であとね、シダートップこの間動画では言わなかったな、言い忘れたんだけど、ナイロン弦だとあんまり感じないですけどね、鉄弦のシダートップっていうのも少しありましてね、イギリスのローディンっていうメーカーとか有名なんですけど、それを弾くとね、発音の速さをねすごい実感しますよ。
鉄シダってね、マジ最速。ピッて弾いて、ポッヒッポッ本当ど素人なのにね、プロみたいな、ピュンなんだ今の音みたいな気分になります。ピッパッ。それに比べるとね、スプルースのね、マーチンの D45 とか有名ですけどね、ボーンボーンタイムラグがすごいある感じがしちゃう。シダトップの後弾くと、そのね粘りこそがスプルースの微音っていうのにつながるわけだとは思いますけど、あれね、いっぺん経験してほしいですね。鉄シダの最速の弾き心地。あとね杉のギターって手元ではジャカジャカ鳴るけど円達性がないってよく言われますよね。遠くまで聞こえてこない。それはねそうかもしんないですよ。そうかもしんないけど、逆に言えばですよ、スプルーストップはね音に芯があるんですよね。で本気で音を出すと音が遠くまで届くっていうことは近所迷惑度が上がるでそのエネルギー力学的に手と指に負担がかかる。だからね筋肉が鍛えられても関節とか筋っていうのはそう簡単に強化されることはないので、そこはねちょっと慎重になった方がいいというか、指が痛くなったりするっていうのも僕は経験してるんで、ただですよ、一応スプルーストップでもねあるんですよ。気持ちよく軽く音が出てすごいギターが弾いたことはあります。ないわけじゃないですけどね、そういうのってね大概クソ高いんですよそりゃ500万円を超えるとかさ、ハウザー一世とかサントスとかでバリバリ弾けたら気持ちはいいけどさ、お高いですからね正直ちょっとね、そういうのがあるからスプルーストップだって軽く弾けるぜとかって言われても、いやそれ手に入れられるならいいけど入れらんないっしょって話っすよ。そういう意味でもねシダトップなら比較的安い値段でサクサクもいくんで、いいかなと個人的には思います。ただやはりね楽器としてどちらかが絶対的に優れているということはないわけですし、客観的な視点ではね材質だけでなく塗装とか制作家とか、あと年代なんかでもねいろいろ変わってくるので、あくまでご自分の音楽性や弾きやすさを考慮して無理なく選んでいただけたらと思います。もし今までスプルースお使いなら無意に変えることはないと思いますよね。それはスプルースでもいくらでもできるんで、けど今までアコギとかエレキとかやってきて初めてのナイロン弦なら、私は個人的にはシダートップがおすすめかなっていうことでよろしくお願いします。ではアルベニスのアストリアス、レイエンだと思いますが、伝説という意味のタイトルでございますね。これがどうなのかですが、ちょっと自分は素人でございますが4つぐらいかな、ちょっと言わせていただこうかと思います。せっかくなんで。まずですね、これアルベニスそれはお難しいんでしょとかって思うかもしれないけど、この曲はねもう初心者ほどガンガンチャレンジしてほしいって個人的には思いますね。これチャン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 って、これパペットマペットみたいなこれチュンチャンチュンチャンチュンチャンっていうのは要するにクラシックギターの基本なんですよね。こっち行って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 こういうだからね、これめっちゃ練習になるし、高速で力強くやるっていうのは筋肉もつきますしね。ぜひみんなやってくださいこの曲を弾いたからね誰かから素敵ねって言われる感じの曲ではないけれども、カーって弾いてカーってやって、なんかいつやったら中学時代に我流でこの曲決まっててね、めっちゃ練習になりましたんで、ぜひなんだっけ、そうこれね楽譜上 IM
入れ替えを先生は進めるかもしれないんだけど、僕は1本で弾いちゃってます。で1本で弾くのが悪いかっていうと悪くないんですよ。こういう交互の音と絶対同じ指で弾いた方が音は整うんです。これが1本指の音で。交互すると早く行く時もあるけど、音自体はばらけちゃうんですよね、どうしてもね。だから1本指で弾くっていうのには1本指で弾くことのメリットもあるので、どっちだからダメってことはないんですけど、1本指も全然 OK だと思っていただいていいと思います。次にね、音程の微調整についてなんですけど、この曲に限ったことじゃないけど、ビブラートをかけられない曲って音程が崩れがちですよね。ビブラートっていうのね、こうかけちゃうと音程って案外ごまかしちゃうんです。だからチェロとかバイオリンとかでもね、フレットがないけどビブラートをやってると大体音程はそんな不安に感じないんだけど、あれもビブラートなしで弾いていただくとかなりのプロの方でも案外音程は合ってない感じがしちゃうもんですわ。それはしょうがないっていうかね。だからビブラートかけられればいいんだけど、でもレイエンダーアストリアスに関してはこの上がちょこちょこするんで低音ビブラートかけられないじゃないですか。だからここのところとかね、音程がずれがちなんですよね。結構ずれるでしょ、力の入れ具合によって。だからこれがなんか変に力が入った状態でこういうになるとなんかすごく変に聞こえちゃうんで、ちょっとそこはね、どうしても自分はこう上げがちだと思ったらちょっと下げる意識を持つとかね、これはちょっと作戦を練っといた方がいいことじゃないかなと思います。金管楽器とかでもね、音程を整えるにここの音は高く出がちなんであえて低く弾くとかね、そういう作戦があるところでございますよ。そう音程というかねちょっと余談なんですけど、禁じられた遊びの明るいところあるじゃないですか。ここを少し上げるそうですわ面白いこと考える人いるので、普通に弾くとね、これをわかる、少し上げるの、力を入れて、内側に入れるか向こうに押し上げるか、ちょっとそれは人それぞれだと思うんだけど、どっちでも上がるんだけど、少し音程を上げるとね、メロディーが立つんだって。普通に弾いちゃうと少し上げるとわずかな差ですけどね、こうやってメロディーを立たせるっていうのもあるそうです。はい、次行きましょう。正波の親指ロックについて、正波結構大変でしょう。これね、痛くなりますよね、この曲のここのところね。でここのところを僕の工夫は親指をロックしちゃうんです。こういう感じにこの関節を入れちゃうとテコの原理でロックがかかります。でがっちり。ビラロボスの練習曲とかも
麗に出すのはこれいいと思います。ただね、この親指ロックはプロの人はやらないらしいです。アマチュアの技っていうことでよろしくお願いします。っていうのはね、親指を関節を入れ込むとがっちり制覇できるんですけど、移動できなくなっちゃうんですよね。移動するとき外してまたこういう動作がどうしても必要なので、なるべくなら普通になしでね、余裕があればこんなことやらない方がいい。で、手に力のあるプロの人はこういうことはやらないらしいんだけど、私たちアマチュアはそこまで手が強くないので、あえてこうやるっていうのもありかなって、知っておいてそうはない裏技かなって思いますね。はい。あとね、爪の右側が左側これをね、綺麗に整えたいんですよね。大体ね、プロのギターの人はね、人生の情熱の半分はこの爪のこの左側のこの狭いところにいかに完成されるかというとね、使うらしいですよ。まあそれは嘘ですけど、とにかくね、ここは妥協しないで頑張って美しい音が出るように整えていただきたい。少しね、根元を削って弦に当たる距離を長めにして深く当てられるようにした方がいいみたいですけどね。決め手は2000番ですよ。この宮田の2000番ツル、これね。1000番だとね、やっぱちょっとざらつきが残っちゃう感じ。2000番がやっぱりいいです。村地香織さんも2000番って言ってました。ぜひネットで買えば安いんで。ということで、このぐらいでよろしくお願いします。なんか好きなことベラベラ喋ってるばかりであんまり参考にならなかったかもしれませんけど、そんな実質動画それでは始めてまいりましょう。で、今から始めるんかい。どうもありがとうございました。